はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。明けましておめでとうございます。2022年もホルモン島田チャンネルよろしくお願いいたします。皆さん、年末年始はどのようにお過ごしですか？年末年始のために食材を買いだめした人も多いと思います。大量に買って冷凍保存する人も多いですよね。今日は冷凍解凍を繰り返すとお肉にどんな変化があるのか検証してみます。それでは早速やっていきましょう。お肉を大量に買ってきて冷凍しておいて、いざ使おうと思って解凍したけど急な用事が入ってお肉を使えない時ってありますよね。もう一度冷凍したら味が落ちそうだけど実際どうなのか気になったので、今回はそれを検証してみます。今回はこちらの新進のステーキを使って冷凍解凍を繰り返すとどんな変化があるのかを検証してみます。この2つのお肉で冷凍解凍してみます。一つは冷凍解凍、冷凍解凍、冷凍解凍をします。もう一つは冷凍解凍をします。最終的に冷凍もしていない同じお肉を用意してどんな違いがあるか見てみましょう。ちなみに日本で家庭用の冷凍庫が販売されたのは1960年代で、この頃冷凍食品が盛んに開発され、それに伴い冷凍庫付きの冷蔵庫が普及するようになりました。現在は冷凍庫が付いた冷蔵庫は当たり前の存在ですよね。まずは冷凍解凍する前のお肉の重さを測ってみましょう。3回冷凍解凍するお肉の重さは 150g です。1回冷凍解凍するお肉は 143g です。冷凍解凍をすると重さにはどんな違いがあるのでしょうか？それではお肉を真空してきました。あとはこの状態で冷凍解凍を繰り返します。凍ったので取り出してみました。解凍できたのでそれをまた凍らせます。少しこの段階で色に変化があります。もう一度凍ったので取り出します。解凍できたのでもう一度凍らせます。それではもう一つのお肉と同時に取り出して解凍してみます。解凍できたので袋から取り出します。周りのドリップを拭き取ります。それでは重さを測ってみましょう。まずは一度冷凍解凍したお肉です。初めの重さは 143g でした。重さは 141g で 2g 減りました。次は冷凍解凍を3回繰り返したお肉です。初めの重さは 150g で現在の重さは 146g です。4g 減りました。何もしていないお肉も用意したので3つを比べてみましょう。左から3回冷凍解凍、1回冷凍解凍、何もしていないお肉です。3回のお肉が色が大きく変わっています。カットして断面を見てみましょう。何もしていないお肉です。1回冷凍解凍したお肉です。3回冷凍解凍したお肉です。それでは塩コショウを振って焼いていきます。焼いている感じは特に違いはありません。焼き上がったのでカットしています。焼いてしまうと見た目に大きな違いはありません。それでは食べ比べてみましょう。いただきます。今日は年末飲みすぎてしまったので休館日です。お店にウコンの力があったので飲んでおきましょう。ウコンの力はハウスウェルネスフーズが販売するドリンク剤です。基本的に飲酒前に飲むことで二日酔いに効果があります。正直効果があるかは今でも疑問ですが、何も飲まないより効果はありそうなので今まで何度もお世話になっています。なんとなくこれを飲む日は飲むぞって気持ちで飲む日が多いので酔いにくい気もします。気の持ちようですね。味はフルーツ味で甘く飲みやすいです。それでは何もしていないお肉から食べてみましょう。心身は柔らかくてしっかりとお肉の味もして厚切りでも美味しいです。適度にサシも入っているので油の甘みもあります。次は1回冷凍解凍したお肉を食べてみます。なるほど。次は3回冷凍解凍したお肉も食べてみましょう。柔らかさに違いはないです。ですが3回冷凍解凍したお肉は少し酸味を感じます。ドリップに使った状態で冷凍解凍したので酸味が出たのかもしれません。1回のものはほとんど違いはなく美味しく食べることができます。やはり何度も冷凍解凍を繰り返すのは美味しさ的に良くないことが分かりました。もし冷凍解凍をするなら一度までにしましょう。それではここで問題です。今日の動画で冷凍と何回言ったでしょう？今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。冷凍解凍肉いかがでしたか？2022年もスタートしました。今年も応援よろしくお願いします。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。